コスパ最強イヤホン。それはその金額からは想像もつかないほどにいい音を出力してくれるイヤホンのこと。そして今年もこの季節がやってまいりました。その名も第2回コスパ最強イヤホン王決定戦というわけで、今回はそんなコスパ最強イヤホンの称号を冠する者たちを一堂に会して、真のコスパ最強イヤホンを決定します。というわけで、冒頭でもお話ししましたが、今回は巷でコスパ最強と謳われているイヤホンたちを僕の独断と偏見で9個集結させてみましたので、それらを実際に聞き比べた上で、真のコスパ最強イヤホン、コスパ最強イヤホン王を決定したいと思います。そもそもコスパ最強イヤホン王とは何かと思っている方もいるかもしれませんが、実は1年前くらいにこんな感じでコスパ最強イヤホン王決定戦と題して僕が持っていたコスパ最強イヤホンたちをぶつけ合って真のコスパ最強イヤホンを決定するという動画を投稿しました。その結果、僕のチャンネルではほとんどイヤホン関連の動画を投稿することがないにもかかわらず、 YouTube の検索欄でウシャスライムと入力するとウシャスライムイヤホンという検索候補が表示されるようになってしまいました。そこで今回は皆さんのイヤホンに対する熱い思いに応えるべく、第1回大会で検討してくれたメンバーたちに加え、新進気鋭の新メンバーたちを大量招集した上で第2回大会を開催する運びとなったわけでございます。というわけで、早速今回のメンバーを紹介したいところなんですが、その前に今大会におけるコスパ最強イヤホンの定義をご紹介しておきましょう。レギュレーションみたいなものですね。今回コスパ最強イヤホンとして9つのイヤホンがエントリーしておりますが、この9つのイヤホンはどれもある2つの条件をクリアしたイヤホンたちになっています。その条件というのは5000円以下の有線イヤホン。なんで1万円じゃダメなんだよ、ワイヤレスはどうした？会場の皆さんどうか落ち着いてください。ちゃんとご説明しますから。まず、なぜ5000円以下なのかということですが、5000円という区切りがある程度雑に使えるギリギリのラインだと考えているからです。せっかく低価格で音質の良いイヤホンなわけですから、例えば外で作業をする時用とか、万が一メインのイヤホンを忘れたり充電が切れてしまったりした時のバックアップ用みたいな感じで、とにかく気軽に使えることがコスパ最強イヤホンのメリットだと僕は考えています。そう考えた時に、果たして1万円近いイヤホンをそんな風に使えるかどうか、僕は自信がないので、ここは5000円という比較的低めの金額に設定しました。そういえば僕がまだ未来あふれる高校生だった頃も、イヤホンを探す条件は5000円以下だった気がします。そしてもう一つ、なぜ有線なのかという点ですが、それは大会を開催する上でワイヤレスイヤホンだと視聴する環境を揃えるのが難しいと思ったためです。ワイヤレスイヤホンの場合、使用する端末やコーデックによって音質が大きく変化します。それこそ Bluetooth イヤホンには SBC とか AAC とか aptX とか LDAC とか、正直何を言っているかわからないアルファベットの羅列が存在しているわけですが、このアルファベットの羅列も製品によって対応非対応があるし、再生する側のプレイヤーにも対応非対応があり、大会の結果が僕の持っている端末に大きく左右されることになってしまい、フェアな大会にすることができません。その一方で有線イヤホンであれば、単に 3.5mm プラグを端末にぶっ刺すだけ、至ってシンプルかつ公平な視聴環境を実現することができるのです。やはり大会というのは平等に行われて初めて楽しめるものですから、今回は有線イヤホンのみという条件を設定しました。というわけでお待たせいたしました。ここからは今大会でエントリーする9つのコスパ最強イヤホンたちをご紹介していきましょう。エントリーナンバー1番、Apple EarPods。参考価格2695円。iPhone などの Apple 製品を購入するとついてくる、もはや国民的イヤホン。今なお PC 用やゲーム用のイヤホンとして根強い人気があることが知られています。今大会ではトップバッターとして基準となる程よい点数を示してほしいところ。ちなみに今大会唯一のインナーイヤー型イヤホンという点にも注目したいですね。エントリーナンバー2番、ソニー MDR-EX155。参考価格1531円。その辺に売ってそうなイヤホンを決定戦を
開催すればブチギリで優勝しそうなビジュアルをしたやつ。実際僕もこれどこで買ったか覚えてません。ただ思い出せることは、このイヤホンを買った当時はまだレンタルショップで CD を借りて聴いていたということ。この安さでどこまで戦えるのか、ぜひ見届けたいですね。エントリーナンバー3番、ゼンハイザー CX100、参考価格4986円。老舗オーディオブランドから発売されている激安有線イヤホン。5000円以下という低価格帯でも気持ちの良いゼンハイザーサウンドを出力して最強のコスパ最強イヤホンになり上がることはできるのでしょうか。エントリーナンバー4番、KZZSN Pro、参考価格2300円。今や当たり前の選択肢となりつつある中華イヤホンからの参戦。イヤモニのようなビジュアルと圧倒的な低価格で他の出場者たちを圧倒することができるのでしょうか。ものすごく期待がかかります。エントリーナンバー5番、ムーンドロップクォークス、参考価格1955円。近頃あまりにもコスパが良すぎるイヤホンとして世間を賑わせている中華イヤホン。果たしてその実力は本物なのか、あるいは単なる古代広告に過ぎないのか、今日全てが明らかになるでしょう。エントリーナンバー6番、アスラ ASE500、参考価格1300円。寝落ちもちもち通話専用イヤホンがまさかの殴り込み。最強の寝本では音楽も聴けるのでしょうか。全世界が注目しています。ちなみにもともと5000円のイヤホンだったのに、発売から1年ちょっとで価格が大暴落してしまった悲しきイヤホンでもあります。エントリーナンバー7番、アンティームソラ、参考価格4683円。きらびやかな高音が楽しめると歌われて久しいキラキライヤホン。現在はライトとかソラ2とか脈々と受け継がれているソラの無印バージョンが大会へエントリー。僕と高校生活の半分を共に過ごしたという思い出補正は結果を左右することになるのでしょうか。目が離せません。エントリーナンバー8番、ファイナル E500、参考価格1980円。あまりにも音が良すぎて売り切れが続出した話題のコスパ最強イヤホン。ASMR に最適と銘打たれているイヤホンは音楽も最大限に楽しむことができるのか。ファイナルの飽くなきコスパへの挑戦を共に見届けましょう。エントリーナンバー9番、ファイナル E2000、参考価格3420円。第1回コスパ最強イヤホン決定戦で堂々の優勝を果たした真のコスパ最強イヤホン。他のコスパ最強イヤホンを置き去りにする絶対的な高音質は今大会でも通用するのでしょうか。ぜひ王者の風格を見せつけてほしいところですね。ではここからは審査方法の説明です。方法は至ってシンプル。まずは今回エントリーしている9つのイヤホンを使用して順番に楽曲を聴いていきます。そして楽曲を聴いた後に僕がそのイヤホンについて各観点ごとに5点満点で評価します。そしてその点数の合計を算出し、最も合計点が高かったイヤホンが今回の優勝者、つまり真のコスパ最強イヤホンとなります。採点に使用する観点は全部で5つ。1つ目が音質。イヤホンから出力される音のクリアさや解像度を評価します。音楽に耳を澄ませた時、それぞれの楽器が具体的な輪郭を持って聞き取ることができたら評価は高くなり、逆に音がこもっていたり、いくつかの楽器がぐちゃっとなっていて判別できないというような場合には評価は下がることになります。2つ目が乗れるか。イヤホンで音楽を再生した際にキックやベースなどのリズム体が元気よく聞こえてきて、思わず体が揺れてしまうような音が楽しめたかどうか。めちゃめちゃざっくり言うなら低音の聞き具合。3つ目がボーカル。僕は基本的に歌物ばかりを聞いて生活しているので、ボーカルの聞きやすさというのも大変重要です。ボーカルの声が楽器の音とパッティングしてしまったり、少し埋もれてしまったりしたような感覚があれば評価は低くなります。逆にインストの真ん中から飛び出てくるようにはっきりと聞こえてくれば評価は高くなります。4つ目が音の広さ。イヤホンは左右の2つの穴から音が出力されるような構造になっています。それなのにまるでスピーカーで音楽を聴いているかのように、まるで大きなコンサートホールで音楽を聴いているかのように音が広がる空間というのを感じ取れるのかどうか。オーディオサイトのレビューなんかを見ていると、音情という言葉で表現されている項目ですね。そして5つ目が付け心地。イヤホンは耳に直接装着するアイテムですから、付け心地が良いか悪いかも大切な要素です。イヤホンを装着している時の安定感やすっぽり感、また遮音性が高い時なんかは点数が高くなりますし、一方で装着している時にグラグラしたり、なんとなくしっくりこなかったり、あるいは定期的にイヤホンの位置を調整したくなってしまう時なんかは点数が低くなります。ちなみに評価する人間である僕のプロフィールも紹介しておくと、僕は生粋の肝オタクなので、いわゆるオタクソングばかり聞いて生きています。オタクソングが一体何なのかというのは解釈が分かれそうなと
ところですが、僕の解釈としては女性ボーカルで高めのキーでかなり音色が多くて明るい、そしてテンポが速いというのがオタクソングにありがちな要素という感じです。なので音の好みとしても高音域の音やボーカルがかなり華やかに聞こえてきて、かつテンポも感じられるよう低音域もしっかり響いてくる、そんなわがままドンシャリサウンドというものになっています。ちなみに今回聴き比べた楽曲はスリーズブーケホリデーホリデーとスリーズブーケ可愛いのすすめという曲です。どちらも本当にオタクソングです。こんな感じの曲を僕は普段聴きながら生きています。概要欄に公式の YouTube 視聴ページも載せておくので、ぜひ一度聴いてみるとイメージが膨らむと思います。ぜひ。ちなみに視聴環境は僕のノート PC に USB DAC である FiiO KA1 を接続したこんな環境です。なぜこの構成かというと、これが普段の僕の作業環境だからです。僕が有線イヤホンを使用する場面は外出先でノート PC を使う時です。しかしながら僕のノート PC は謎の圧力によって本体に搭載されているサウンドドライバーが破壊されているため、こんな感じの外付けサウンドカードを介さないとイヤホンから音楽を流すことができません。ということで、そんな僕の日常を再現したリアルを追求した環境というわけです。一応こちらの FiiO KA1 も5000円くらいするいい感じのサウンドカードになっているので、イヤホンのポテンシャルを最大限に引き出すことができるのではないかと期待しています。それでは大変長らくお待たせいたしました。これより第2回コスパ最強イヤホンを決定戦スタートです。エントリーナンバー1番 Apple EarPods。トップバッターを飾ってくれるのはこちらの国民的イヤホン。今この動画を見ている方の中でもほとんどの方がおそらく一度は使用したことがあるようなイヤホンだと思うので、ある意味今回の基準点となってくれるようなスコアを期待したいですね。まず率直に言うなら、かなりどうしても付属のイヤホンというイメージが強いので、音質についても甘く見ていたんですが、正直これでも全然いい。なんといってもバランスが秀逸です。低音域のビート感もしっかりと感じられて、単純にノリノリになれる上に、高音域が物足りないとか音がなんかこもっているみたいな、いわゆる安いイヤホンみたいな雰囲気を一切感じさせません。またボーカルも真ん中からしっかりと突き抜けてくる感覚が、オタクソング大好き人間の僕としてもとてもいい感じです。 PC 用にこのイヤホンを使用している方が一定数いるのも納得の音作りですね。またこちらはインナーイヤー型のイヤホンということもあって、音の広がりというのもかなり感じられます。音楽が流れてくる丸い空間が耳の外側にあって、それが優しく耳全体を包み込んでくれているかのようです。ただしインナーイヤー型にも欠点があって、それが遮音性。インイヤー型のイヤホンは耳を一閉することができないので、かなり外の音が入ってくるし、逆に音漏れも結構激しくなります。なので外出先で使うことを考えると、もっと良い選択肢があるような気もしてきます。そして付け心地に関しても本体がかなりコンパクトで軽量なので悪くはない感じなんですが、個人的にインイヤー型のイヤホンはプラスチックが徐々に耳を内側から圧迫してきて、つけているとだんだん痛みを感じ始めてしまうので、良さと悪さを相殺して可もなく不可もなくといったところということで、気になる得点は音質4点、乗れるか4点、ボーカル3点、音の広さ4点、付け心地3点、合計25分の18点。本当は基準点としてそこそこの点数に留めておきたかったのですが、ついつい点数を上乗せしたくなるほどの完成度がそこにはありました。もしもすでにこのイヤホンを持っているのであれば、コスパ最強イヤホンとしてのポテンシャルはかなり評価できるので、自信を持って使い続けてもいいのではないかと思いました。エントリーナンバー2番ソニー MDR-EX155。続いてはザ普通のイヤホンみたいなこちら。よくレジ前とかで売ってそうだし、僕も多分どこかのレジ前で購入したんだと思うんですが、果たしてどこまで戦えるのか。まず一つ思ったのは音が軽い。先ほど主張したイヤーポッツと比較するとリッチさが足りないというか、なんだか盛り上がりに欠けるようなサウンドでした。音がすごくこもっているのかと聞かれるとそこまででもないんですが、なんだか楽器の重なりというのがあまり感じられず、ちょっと潰れているような感覚があります。なので鳴っている楽器を聴き分けるぞみたいな楽しみ方はあまりできません。また低音域もなんだか元気がない感じで、下からベースやドラムが音を支えてくれている感がないというのも盛り上がりに欠けてしまう要因かもしれません。ノリノリになれるようなサウンドではないですね。そして音の広さについてもどうしても両耳に張り付いたペタッとした音という感じで聞こえてきます。ただボーカルはかなり真ん中からはっきりと聞
聞こえてくるので、歌物を聞くのであれば許容できる範囲内かもしれません。ちなみにつけ心地は本体がすっぽりと耳に収まる感じがして結構いいです。遮音性も高め。ということで気になる得点は、音質2点、乗れるか2点、ボーカル3点、音の広さ2点、つけ心地4点、合計23分の13点。1000円台のイヤホン同士であれば、もしかしたらかなり戦える方なのかもしれませんが、やはり音楽を聴くとなるとどうしても物足りない感じです。決してダメなわけではないんだけど、もっといいイヤホンが使いたいと思わずにはいられない、そんなイヤホンでした。エントリーナンバー3番、ゼンハイザー CX100。続いてはあの老舗オーディオメーカーのイヤホン。個人的に僕も普段からゼンハイザーのイヤホンやヘッドホンを愛用しているので、かなり期待がかかります。さて、その実力はいかにということで、まず率直な感想、なんか違う？正直、音の雰囲気としては、先ほど聞いたレジ前イヤホンことソニーのやつとすっごく似ています。なんだか音が軽くて低音域が物足りないあの感じ。僕は普段からゼンハイザーのイヤホンヘッドホンを使っているので、華やかな高音域とキレのある爽やかな低音域みたいなゼンハイザーサウンドというやつをどうしても想像してしまっていたのですが、蓋を開けてみるとそこには爽やかな低音域さんがいませんでした。さすがに先ほどのソニーのイヤホンと比較すると音の解像度というのは上がっていて、例えばアクセントチックになっているピアノの音とかハープの音とかパーカッションの音みたいなのはものすごく綺麗にはっきりと鳴らしてくれるのですが、どうしても低音域が空白になっていて、なんだか上積みのようなサウンドになっている気がしました。またそんな感じでとにかく高音域の音が充実しているあまり、ボーカルの声も少し埋もれ気味になっています。音質が悪いわけでは決してないので、これはこれで綺麗な音に聞こえてくるかもしれませんが、個人的にはやはりもう少し低音域の迫力が欲しいなというところです。また音の広さについても低音が物足りない分、なんだか耳に張り付いているような感覚がありますが、アクセントチックになっている音たちは一段階離れた場所みたいなところから鳴っているようにも聞こえてくるので、案外広がりがないわけでもありません。ちなみにつけ心地に関しては普通です。ということで気になる得点は、音質4点、乗れるか2点、ボーカル2点、音の広さ3点、つけ心地3点、合計25分の14点。想像以上に普通のイヤホンでした。音質はきっとかなりいいとは思うんですが、いかんせんいわゆるドンシャリサウンドのドンの部分が全く持って足りていないので、圧倒的なシャリイヤホンでした。とはいえこれだけ高音が響くイヤホンですが、しばらく聞いていても耳が疲れてくるような感覚はないので、悪いイヤホンではないです。ただ物足りないです。エントリーナンバー4番 KZ-ZSN Pro。 続いてはこちらの中華イヤホン。日本のサイトで購入すると2000円台イヤホンなんですが、アリエクスプレスなどで海外から購入するとなんと1000円台で手に入る、実はやばいイヤホン。さてこの激安中華イヤホン、どれだけ戦えるのでしょうか。まず一言言うのならば、装着感が良すぎる。こちらのイヤホンはいわゆるイヤモニのような耳にケーブルを引っ掛けて装着するようなタイプの形状になっているのですが、この耳掛けスタイルが本当に耳にフィットしてくれます。またイヤホン本体が耳にぴったりと密着する感覚もあるので、使用していてイヤホンの位置とかズレが気になるようなことは本当にないです。またこれだけぴったりと密着してくれるので、遮音性もものすごく高い。高級イヤホンを購入すると時々ついてくるスポンジタイプのイヤーピースを装着した時のような圧倒的な密閉感があります。つけ心地に関しては相当いいので、外で散歩している時なんかにぜひ使いたいですよね。そして音についてなんですが、いいバランス。低音域の音がしっかりと楽曲を底支えしてくれて、その上に華やかな高音域とボーカルが乗っかっているような、すごくちょうどいい音です。全体的に賑やかで楽しい音という感じがします。右から左からいろんな楽器が顔を出してくるように、いろんな音色があらゆる場所から鳴ってくるような感じで、音楽を聴く時の楽しさというのはこのイヤホンがあれば十分満喫できそうです。また低音域のキレというのもしっかりあります。イヤホンでかなり密閉しているからなのか、低音域の迫力をかなり感じ取ることができて、これは激アツビートでノリノリになれます。ということで気になる得点は、音質4点、乗れるか4点、ボーカル3点、音の広さ3点、つけ心地5点、合計25分の19点。シンプルに音が好き、高音域は華やかだし、低音域もキレがあるし、つけ心地もいいし、この価格でこれだけの音楽が楽しめるのなら文句のつけようがありません。こういうイヤモニみたいなイヤホンを使ってみたいと思った場合には、見切り発車で購入してもきっと後悔はしないんじゃないかなと思います。
エントリーナンバー5番、ムーンドロップ、クォークス。続いてはこちら。せっかくなので、中華イヤホン対決をしてみようじゃないか。ということで、巷で話題のコスパ最強イヤホンを用意してみました。見た目はなんだか清純な感じでおしゃれなんですが、その音質はいかにということで、率直な感想ですが、横への広がりがすごい。全体的になんだか繊細なサウンドだなという感じがしました。アクセントチックになっているアコースティックギターなどの音色をかなり優しく、だけれどもスポットライトを当てたかのようにはっきりと鳴らしてくれます。しかもその時にメインの楽器体からは2歩くらい遠ざかったような場所から鳴らしてくれているかのような感覚を味わうことができるのです。なので音の広がりという意味ではかなり広い空間を感じ取ることができます。また同じくアコースティックギターの弦を弾く音、シャカシャカと表現していいのかわかりませんが、そんな細かい音まで鳴らしてくれるので、確かにこの価格でここまでいろんな音を聞き分けることができるのかという驚きはありました。一方で音作りについて見た目通りのなんだか清純な音と表現することもできますが、言い換えるなら結構こじんまりとした音です。音の広がりもあるし、かなり細かい楽器の音まで聞き分けることができるんですが、なんだか枠に収まっているかのような、盛り上がりに少し欠けるような雰囲気がなくはないんですよね。やはり足りていないのは低音域、高音域や中音域が綺麗になってくれているのは確かなんですが、その分だけどこか上積みを聞いているような感覚になってしまい、ノリノリになるには少し物足りない音です。先ほどの KZ-ZSN Pro がジャンキーなファストフードだとしたら、こちらのムーンドロップクォークスはスーパーの割と普通のお弁当みたいな感じです。本当にこれだけでいいかな、追加でお惣菜買っちゃおうかなという気持ちになるやつです。そんなこじんまりとした感じもあって、ボーカルと楽器体の音がちょっと近いなという感覚もありました。若干ボーカルとインストで喧嘩しそうな雰囲気でした。ちなみに本体はかなり軽くて小さめの円柱みたいな形状をしています。普通に装着するなら特に何の感想も出てこないと思うのですが、こういう形状のイヤホンの場合、耳に引っ掛けるようにして装着することが可能であり、耳掛けすると安定感が爆上がりしてタッチノイズも軽減されるので、装着感にはこの上ない良さがあります。というわけで気になる得点は、音質4点、乗れるか3点、ボーカル3点、音の広さ4点、付け心地5点、合計25分の19点。個人的には低音域が物足りない感じが強かったんですが、ある意味無難な音と表現することもできるし、きっとこういう音が好きな人も多いのではないだろうかとも思いました。少なくとも音質はかなりいいので、本気で聴き比べない限り買って後悔することはまずないんじゃないかなという感じです。エントリーナンバー6番、アズラ ASE500。続いてはこちら、まさかのネホンの登場です。ネホンというのは寝っ転がりながら使用しても耳が痛くならないというタイプのイヤホンのことであり、ぶっちゃけイヤホンで音楽を聴く場面で寝っ転がる必要性はほぼほぼないとは思うのですが、果たしてどんな結果を見せてくれるのでしょうか。ということで、まず、付け心地が良すぎる。こちらのイヤホンは寝っ転がって耳にイヤホンを押し付けても痛くないように、本体はフルシリコン構成になっており、とにかく柔らかく設計されています。さらにはこちらのイヤホン、標準装備としてアズラセドナイヤフィットマックスという単品で購入するとだいたい2000円くらいしてしまう高級イヤーピースが搭載されています。このイヤーピースに関しては僕も本当に大好きなので、普段使用しているワイヤレスイヤホンたちには全て装着しているものになっています。こんなの付け心地が悪いわけないじゃないですか。本当に気持ちいい。耳に装着している時にどこかの部分でイヤホンを支えているという感覚もなく、ただふわっとしたものを耳に乗っけている程度の優しい感触です。違和感というものが一切存在せず、正直これより付け心地のいいイヤホンは他に存在しないのではないかというレベルです。もしも付け心地だけを求めるのであればぶっちぎりで優勝です。付け心地の評価については5点満点にしてしまっていますが、正直10点くらいは上げたいほど付け心地がいいです。そして肝心の音ですが、まあまあかな。音は全体的にもやがかかっているような、どこかすっきりしない感じがあります。その辺のコンビニイヤホンを使っているようなちょっとこもった感じといえば想像しやすいかもしれません。ただ音の広がりに関しては案外いい感じです。それぞれの楽器、キックだったりピアノだったりギターだったり、かなりいろんな方向から鳴らしてくれるので、そういう意味では結構賑やかさがあります。この点はさすが寝落ちもちもちイヤホン。おそらく ASMR などの音声作品を視聴することを一つ大きな目的として設計されている分、かなり位相感というのが楽しめる音作りになっていました。また付け心地がかなり良く、装着すると耳に密着しているような状態になるので、低音域の迫力というのも多少感じ取ることができます。さらに
に言えば音声作品を楽しむためのイヤホンになっている分、人の声であるボーカルが意外とはっきり聞こえてきます。ということで気になる点数は、音質2点、乗れるか3点、ボーカル3点、音の広さ4点、付け心地5点、合計25分の17点。最初の印象として音がこもっている感じがあったので、音楽用として使うのは少しいまいちかなとも思ったのですが、案外使い勝手はものすごくいいイヤホンだなという感じがありました。もしも普段使い用として YouTube を見たりラジオを聞いたりしつつ、たまに音楽を聴く程度の用途であれば、正直かなりありです。なんだって付け心地がありえないほどいいですからね。しかも価格崩壊を起こして現在わずか1300円で購入できるというあまりにも安すぎるイヤホンですからね。この動画をご覧になっている皆さんについては、とりあえずこのイヤホンを購入した上で新しいイヤホンを探してみてほしいところです。エントリーナンバー7番、アンティムソラ。続いてはこちら。本体はかなり金属感があり、なんとも個性的なビジュアルをしているイヤホンです。ちなみにイヤーピースに関しては付属していたものを完全に紛失してしまったので、アズラセドナイヤフィットゼラステックというイヤーピースを装着して聞いてみます。まず思ったのが、音が眩しい。こちらのイヤホン、とにかく高音域の楽器をものすごく綺麗に鳴らしてくれます。ド派手に鳴らしてくれるといった方が正しいかもしれません。細かい楽器の音までかなりスポットライトを当てて鳴らしてくれるので、存在感があります。とにかく高音域を全力で鳴らすぜみたいな音作りです。また音の広がりというのもかなり感じられます。ボーカルなどのメインの音は近い位置に、アクセントチックな楽器になればなるほど耳から離れた位置にという感じで、とても心地の良いグラデーションを描いて楽器ごとの位置を鳴らし分けているような感覚があり、結構楽しい音に仕上がっています。一方、高音域に特化しているだけあって、やはり低音域のキックやベースに関してはほぼ聞こえないと言っては間違いではないほどの弱さになっています。ただし、じゃあ上積みを聞いている感じかというと、これまた少し違うんですよね。ベースになる低音域の部分は確かに弱いんだけれども、その代わりに高音域の層がとにかく厚くて物足りないという感じがそこまでしませんでした。すごく不思議です。とはいえ、やはりビート感というのはあまりないので、思わず体がリズムに合わせて揺れてしまうみたいなノリノリ音楽ではないです。またボーカルもかなり綺麗に鳴らしてくれますね。音の広さがかなりある分、ボーカルについても音量バランスだけでなく位置的な違いみたいなのもあるようで、かなり浮き上がって聞こえてきます。オタクソングとはかなり相性が良さそうです。なお、付け心地に関しては本体の筐体がかなり重めになっているので、装着すると耳でイヤホンの存在をかなり感じてしまいますし、タイプ的にもすっぽりと耳に収まる形状という感じでもないので、なんとなくイヤホンの位置を微調整したくなりますね。ということで気になる得点は、音質4点、乗れるか2点、ボーカル5点、音の広さ4点、付け心地2点、合計25分の17点。音それ自体はかなりいい感じなんですが、尖った性能ということもあって、バランスのいいイヤホンと比較するとどうしても点数が下がってしまいました。このイヤホンがたまらなく好きという人も世の中には一定数いらっしゃるので、刺さる人にはものすごくドンピシャなイヤホンなんだと思います。あとは装着した時の感じが耳にしっくりくるような形状、重量だったら万人におすすめできそうなんですけどね。ただこちらのイヤホンに関しては後継機が2台くらい出ているので、もしかしたらかなりいい仕上がりになっているのかもしれません。ちょっと気になります。エントリーナンバー8番、ファイナル E500。続いてはこちら、大量のコスパ最強イヤホンたちを世に解き放っているファイナルから満を持して登場した最も安い価格帯のイヤホンです。正直ビジュアルはものすごくチープで、開封する瞬間が今までで一番ワクワクしなかったかもしれません。さて、第一印象は最悪なこのイヤホン、一体どんな音を聞かせてくれるのか。まず率直な感想、いいね。すっごいまとめてきたなーという感じがしました。どういうことかというと、全ての要素がどれもちょうどよく仕上がってるんです。例えば音質、かなりクリアで華やかな音を鳴らしてくれる一方で、今大会で結構課題になりがちだった低音域の音というのもしっかりと鳴らしてくれます。決してドスドスと力強い感じではなく、あくまで爽やかにベースやキックでリズムを刻んでくれます。そんな感じでバランスがすこぶる良い、まとまったサウンドではありますが、かといって細かい音も無限にはせず、しっかりと丁寧に鳴らしてくれる。これだよこれ。探してたのはこういう音なんだよ。
という感じで、基本的に誰が聞いても満足できる仕上がりになっています。正直、このビジュアルからは想像もつかないほど、ものすごくいい音を出力してくれています。また、付け心地に関してですが、こちらの E500 にはタイプ E というイヤーピースが搭載されており、このイヤーピースがかなりフィットするんですよね。お気に入りのイヤホンがあれば、ぜひイヤーピースだけ装着してほしいレベルで、絶妙なフィット感を提供してくれるので、なんだかんだ付け心地もいいんですよね。ちなみに本体の形状は円柱のような感じになっているので、耳にかけて装着すると結構いい感じになりますが、こちらのイヤホン、ちょっと本体が長くて、装着した時に若干ぐらつくような感じになるのが惜しいなぁという感じがしました。ということで気になる得点は、音質5点、乗れるか4点、ボーカル4点、音の広さ4点、付け心地4点、合計25分の21点。いやー、この価格帯でこんなに完成されたイヤホンある？なんというか恐ろしい時代になりましたね。イヤホンのボディとかパッケージにかけるコストを最小限にして、その分のお金を全て音質にぶち込んで完成したイヤホンという感じがしました。正直もう、このイヤホン買えばみんな幸せになれるって言って動画を締めたいくらいにめちゃめちゃ良かったです。エントリーナンバー9番、ファイナル E2000。最後に登場するのがこのイヤホン。前回のコスパ最強イヤホンを決定戦で見事真のコスパ最強イヤホンの称号を得て、現在は僕のノート PC 用イヤホンとして最前線で活躍している、そんなイヤホンです。さて、先ほどの E500 とは何がどれくらい違うのか、そして真のコスパ最強イヤホンの座を守り抜くことができるのか、全世界が見守っています。まず一言で言うのなら、すごい。先ほどの E500 を聞いた段階でかなりまとまっていて、正直満足いく音を出力してくれていたように感じたのですが、まだ良くなるんだなと驚きでいっぱいです。せっかくなので E500 との比較をメインにしてお話ししていこうと思いますが、 E500 の音も十分にクリアでかなりまとまったバランスの良い音だったのですが、 E2000 になるとこのまとまっていた状態がいい感じに崩れるような感じがするんですよね。それぞれの音に遊びが追加されたと言ったら分かりやすいかもしれません。例えば高音域の音はよりきらびやかさがプラスされて、さらに音の広がりもよりダイナミックになりましたし、低音域も比較的パワフルになったのではないかなと感じます。なんといってもドラムのスネアなどに抜けていく感じがプラスされて、とにかく気持ちのいい音です。正直もう音楽を再生しながらノリノリでしたね。完成されすぎている。あまりにも満足いく音質すぎて不安になってしまったので、僕が普段使用している同じくファイナルの ZE3000 というイヤホンとも聞き比べてみたんですよ。正直聞き分ける自信がない。確かに5000円くらいのサウンドカードで下駄を履かせているのは事実ですが、それでもこの完成度は震えてしまいます。ちなみに付け心地に関しては E500 の部分でお話ししたのと同じくタイプ E というイヤーピースが装着されているので、ものすごくフィット感があります。さらに例によって本体の形状的に耳掛けして使用するとかつてないほどの装着感を得ることができるので言うことなし。ということで気になる点数は、音質5点、乗れるか4点、ボーカル4点、音の広さ5点、付け心地5点、合計25分の23点。やはり格の違いを見せつけられた感じがありますね。今回のコスパ最強イヤホンを決定戦にエントリーしていたイヤホンたちのそれぞれの弱みというのを全部克服したまさに理想的なイヤホンでした。完成度が圧倒的でしたね。というわけで以上、全9つのイヤホンの点数が出揃いました。改めてランキング形式で結果を確認していきましょう。第7位、ソニー MDR-EX155 13点。第6位、ゼンハイザー CX100 14点。第5位、アンティムソラ17点。同率で第5位、アズラ ASE500 17点。第4位、アップルイヤーポッツ18点。第3位、KZZSN Pro 19点。同率で第3位、ムーンドロップクォークス19点。第2位、ファイナル E500 21点。第1位、ファイナル E2000 23点。ということで、真のコスパ最強イヤホンに輝いたのは、ファイナル E2000 コスパ最強イヤホン王決定戦2連覇達成です。これが王者の風格。圧倒的な実力差でした。本当におめでとうございます。ということで、以上、第2回コスパ最強イヤホン王決定戦でした。優勝したのは E2000 というイヤホンになりましたが、今回はなかなか
強者揃いの良い大会になったのではないかと感じています。それこそ今大会初出場の E500 というイヤホンは1000円台とは思えないほどに完成度の高い音を鳴らしてくれましたので、全国のコンビニエンスストアに出荷すべきですし、価格崩壊によって大会への参加券を手にすることになってしまった ASE500 というイヤホンはあまりにも良すぎる付け心地で、寝る時以外での使用にも可能性を見出すことができました。ただ一つだけ確かなことは、もしもあなたが今5000円札を握りしめながらイヤホンを探しているのであれば、他のイヤホンには目もくれず、とりあえず E2000 を購入しておけばいいということです。果たして今後絶対的な王者として君臨する E2000 を打ち倒すコスパ最強イヤホンは現れるのか、そしてそもそも第3回コスパ最強イヤホン決定戦は開催されるのか、ぜひ今後も注目していきましょう。あとコメントとか高評価とか旧 Twitter の X のフォローとかいろいろよろしくお願いいたします。もしも次回の大会があれば、その時またお目にかかりましょう。それでは皆さんごきげんよう。